気をつけ礼。はい、皆さんこんにちは。漫画家の新本慎です。アシスタントの S くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はですね、影の描き方についてです。はい、ということで、まず早速 S くんに影を描いてもらいました。もうちょっとはみ出てんけどね。見えてたね。うん、じゃ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 ん。ということで、影のある人を描いてくれました。影ってさ、うん。影のイメージが全くわからんのよ。そうだね。S 君に影のある人を描いてくださいってオーダーしたらこういう絵が出て影って何よこういう絵が出てきたんだけど、でも逆には分かりやすく S 君ちゃんと影が描けてると思いました。あ、そうなの？こっちから光が当たってるんだよね、きっとこれは。だからね。いや、まあ、光とかもよくわからんのだけど。わかんないで描いてた。わかんない。でも、とりあえず半分だけつけてみた。逆に言うと、だから言うように影ってすごく幅が広いから、すごいいろんな人にこう質問はもらうんだけど、その人にとって合う合わないっていうのもあるなっていう中でのお話の説明になるなとは思います。はいはい。はい、それで、考えたんですけど、多分影ってなんか分かりやすく2種類あって、はいはい、1個は、こういうですね、立体感を出すための影。こっちから光が当たってての、これ球体のイメージなんだけど、皆さんに伝わるといいなと思ったんですけど、球体でこういう立体感があるための影っていうのが一つですね。で、もう一つがこちらですね。これは奥行きを出すための影。手前にあるもの、奥にあるもの、で、奥にあるものがより奥に見えるようにあえて暗くするっていう、この2つがあるなと思ったんですよ。それで多分この立体感を出す方の影っていうのは初心者の人にはすごく難しいと思うんですね。私もまだ難しいし、やっぱりそのもの自体をすごく立体で捉えられないといけないし、まあもちろんこれがうまくなればどんどん絵ってすごく上達するんだと思うんですけども、でより魅力的な立体的な絵が描けると思うんですけど、言っちゃえば絵って平面じゃないですか。だから私的にはこっちは割と初心者でもすぐ取り入れられると思うので、今日はね、これを自分の絵にうまく取り入れていく方法を教えたいと思います。はい。ということで、まずここにまだ影もなんもないね、素材の絵を用意してみました。で、影を今からここに入れていくといいよというおすすめのポイントを教えていきたいと思います。お願いします。はい。で、まずね、影を引くときにおすすめなのが、いろんな方向からぐちゃぐちゃ線を引かないこと。こういう感じとか、こうやってね、線をこうぐちゃぐちゃでこうやってね、あとこういう感じで入れたりとか、こういうふうにしないで、なるべくは均等な方向、これ自分の線が引きやすい方向とかでもいいと思います。もっとやるならその形に沿ってみてもいいとは、こういうふうに思うんだけど、でも、まあ、縦線でもいいですし、これはお好みなので、実際自分の好きなね、やり方を見つけてください。ただ、なるべく均等に引けた方が、絵は綺麗に見えるかなと思います。だから、なるべくこう、ぐちゃ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 ってやるよりは、こっちの方がおすすめです。で、まずこの人にね、影を入れていきたいと思うんですけども、こういう絵を描くときにみんなが一番よく入れる誰でも一番簡単なのは首の下の影ですね。この首の下の影っていうのは奥行きっていうよりもさっき先に言った方の立体感を出すための影で、ここら辺にこうね、例えばこっちから光が当たってるとしたら、こういう角度でね、影を入れてあげるのがいいかなと思います。それで今度は奥行きをね、出すための影。それはやっぱり奥になっているところに線を入れてあげるのがいいと思うので、例えばここだとここの肩のここら辺からこう、もう思い切ってね、いっぱい入れちゃいます。で、こっちもこの辺から。あ、そっちの足なのか。こう。例えばね、こういうふうに思い切って入れちゃう。これの量はね、お好みなんですよ。実際、こんなの量を入れなきゃいけないとかじゃないから、例えばここももう太ももから入れてもいいし、ここはここの腕から入れてもいいしっていう感じ。だけど、要は奥にあるものに全部もう影を入れてしまうっていう感じなので、例えば歩いてる人だったら、後ろに行く手、後ろに行く足なんかに入れるのがおすすめです。で、次、まあよく皆さん描くと思う。女の子の顔アップ。まずは立体感を出すための影、首の下とかの影。
こんなとこに入れるといいです。で、次に奥行きを出すための影。例えば私の場合は、この後ろの髪の毛のとこ全面。こういうところに入れると、ちょっとこう手前の髪、奥の髪で、こう少し立体感になるかなと思います。あと、洋服のこの首の後ろの襟の後ろの裏側って言えばいいのかな。細かいとこ行くね。ここも割と入れやすいです。本当だ。で、ちょっと立体感も出るので、おすすめです。次ですね。制服とかでよく描くスカート。スカートを描くときには、やっぱ女の子の足のこのスカートの影をね、やっぱ落としてあげるのがいいと思います。こんな感じで。なるほど。ぽいぽい、確かに。そういう感じで入れるのがおすすめ。こういうのは割とね、どういう絵でも決まってこういう風に入ってくるから覚えておくといいかななんて思います。本当はプリーツスカートなんで、このプリーツのこの隙間とかにも入れてあげたり、なんだったらここの線をちょっとこう濃くしてあげるのも、なるほど。いいかななんて思うんですけど、ちょっと上級的かなってここは思うので、まずはこのスカートの影っていうのを足に落としてあげるといいかなと思います。で次にこのね、横向いてる女の子なんですけど、まずこの奥に行く毛と、ここの奥側の手、もうここを全部思い切って影を入れちゃいました。あとこの服の内側になるところですね。ここにも影を入れてみました。あとはやるんだったら、ここの足のやっぱこの奥側の足、こことかに入れてもいいのかなって思います。こんな感じで影入れてみるともはや好みで変わる感じか。そうだね。だからルールはないんですね。例えばこれだとこの奥側の足だけって変だなっていうのだったら、スカートこの辺からこう入れてってもいいかなと思うし、全然いっぱい入れたければこうね、こういう服のね、服の影をね、落としていくとか、ここにちょっと奥のつばを描いて、こういう風に奥のつばを、やるとか、あとこれ忘れてましたね。帽子の影ね。つばの影。これはあった方がいいかなと思います。こういう風にしていくと、どんどん立体感はね、出てくるね。出てくると、こういう服の影とかね、思うんですけども、ここは割とこう立体感を出すための影だから、初心者の人が取り入れるのは、ちょっと、やっぱいろいろ物を立体的に捉えれるようになってからじゃないとかなって思うので、やっぱ。そうだね。でも挑戦するのはいいと思います。あと思い切って入れた方がいいと思います。ちょっとずつ入れるよりはもう思い切っていっぱい入れちゃう。だからこれももう思い切って全面もういっそ入れちゃう。ここも入れちゃう。この感覚で白黒はもちろんいいですし、カラーもこれぐらいの勢いで入れてみちゃったら案外いいかなと。なんか最初の頃って失敗を恐れてちょっとずつしか影入れられないから、でも思い切ってバーッと入れちゃうと割と立体感が出てきたりとかするので、影は思い切って入れることをね、おすすめします。はい。ということで、今回は影の描き方についてでした。ありがとうございました。はい。ということで、割とざっくりでしたけど、初心者の人にね、わかりやすく伝わってたらいいなと思います。で、最後にもう一回 S 君の絵が登場しますけれども、こう見ると割と S 君ね、ちゃんと描けてるんですよね。すごいしっかり思い切って入れてくれてるから。思い切って入れたし、ちゃんと線も、なんか知らなかったんだけど、なんか同じ方向にかけてたね。いけてたからいいのかなと思います。強いて言うんなら、やっぱエース君これ直立不動のね、絵を描いたじゃないですか。これってやっぱ手前奥っていうのがすごく分かりづらいから、多分初心者の人は動きを出す絵が難しいって思うと思うんだけど、逆にね、影とかつけれちゃうから、頑張ってね、少し動きのある絵を描いた方が影っていうのはね、考えやすいのかなと思いました。なるほどね。で、さらに影をつけると立体感が出るから、出しやすいと。そうそう。なのでぜひね、こういう直立不動描きがちな人は、少しでもね、動きのある絵にね、チャレンジもしてみてください。はい。ということで、よろしかったら、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎と、Sくんでした。気をつけ、礼。ありがとうございました。